届いたばかりの A1 ミニで作ったのは朝の麦茶にぴったりのコースター。 3D プリンターってこんなに簡単だったんだと思える体験です。こんにちは、東京九段工作ラボにようこそ。前回のゼロから始める 3D プリンター入門動画ご覧いただきありがとうございます。 3D プリンター気になるけどどれを選べばいい？ちゃんと使える？そんな悩みありませんか？前回はそんな悩みをすっきりさせる選び方のポイントを解説しました。でもいざ買ってみると開封が面倒そう、設定が難しそう、そう思って箱のまま部屋の隅に置きっぱなしにしてませんか？そんな不安を解消するために今回は届いてから迷わずセットアップして最初の1個を作るまでを一緒に体験していきましょう。なんだ、できるじゃん、そんな自信がつけば次に作りたいものがどんどん浮かんできます。あなたのものづくりライフ、ここから始めましょう。さて、バンブーラボ A1 ミニが6つのポイントにどうハマっているのか、ここでざっくり紹介しておきますね。まずは設置スペースと動作音。 A1 ミニが本体がかなりコンパクトで、この IKEA で購入した机の上に置いても圧迫感がありません。そして何より動作音が驚くほど静かなんです。深夜動かしていても隣の部屋で寝ている家族を気にしなくていいレベルです。実際私も夜にプリントを始めることがあるんですが、音が気になって眠れないなんてことは全然ないです。価格についてもこの前ちょっとセールをやってたんですけれども、今でも、32,800円かな、3万円台で高性能なモデルなんですね。なので初心者の方にとっては性能とコストのバランスが抜群の1台だと思います。そして組み立てもほぼ不要です。届いて10分もあれば開封から起動準備まで進められますし、画面に従うだけで設定もサクサクできます。私も機械機はそんなに得意じゃないんですが、それでも全然大丈夫でした。すごくないですか？あと造形サイズは18センチ四方ぐらいで、家庭で日常使いするには十分なサイズ感なんです。大きすぎず小さすぎず、最初の1台としてはベストだと思います。そして情報やサポート、これも充実してまして、 YouTube や X などには A1 ミニ関連のレビューや活用事例が多くて、日本語の情報も豊富です。調べればすぐ答えが見つかる環境が整っています。そして最後、対応フィラメントの種類も優秀です。PLA はもちろん将来的に使ってみたいと思える PETG や TPU にも対応しているので、これ1台で長く活用できます。そんな風に A1 ミニは初めて 3D プリンターを使ってみたいという方にとってはまさにぴったりな1台なんです。それまさに私かもと思った方もいらっしゃるかもしれませんね。安心してください。そんなあなたのための動画なんです。それでは開封とセットアップを始めていきましょう。さて、玄関先に届いた A1 ミニ、重さは 8.2kg です。どれぐらいかっていうと米袋よりちょっと重いくらいの重さですね。私でも持ち上げられましたし、大人であれば1人で持ち上げられる重さです。では早速 A1 ミニを開封していきましょう。段ボールを開けると本体がナイロン袋に包まれた状態で入ってます。この袋を持って上に引き上げてプリンターを机の上に置き、ナイロン袋を外していきます。次に内容物をチェックしていきましょう。いっぱい入ってますね。確認しましょうね。スプールホルダー、アクセサリー箱、ワイパー、チューブ、フィラメントサンプル、ビルドプレート、説明書、目詰まり解消ツール、六角レンチ、スクレーパー、ブレード、スプールホルダーベース、グリースケーブル収納ツール、そして各種ネジ類。これらはすべてクイックスタートガイドに記載されているので、冊子を見ながら一つずつチェックしていきましょう。あれこれは何ですかって思ったらガイドを見ると説明が書いてあります。では内容物が入っていることを確認できたらプリンターのセットアップをしていきましょう。最初に行うのがプリンターが動かないように固定されているので、この固定を外していきます。
プリンターの Z 軸はがっつりロックされているので、ここのネジを外していきましょう。付属の六角レンチを使って外していきます。次に結束バンドをカットします。そしてプリンターを固定している干渉フォームも順に外していきましょう。ここでもガイドに従って順番通りに進めるのがコツです。なお、ガイドは私が購入した2025年6月時点のものなので、今後アップデートされる可能性があります。動画と少し手順が違うと感じたら、必ず手元のガイドを優先してくださいね。次にヒートベッドをロックしていきます。これも付属の六角レンチでネジを締めれば OK です。ちょっとやりにくいので、プリンターの角度を変えながらやりやすい位置に持ってきて締めていきましょう。大丈夫、できます。そしてワイパーの取り付けをします。これはフィラメントの端材を捨てるためのパーツで、印刷の精度に関わる地味だけど大切な部品です。これもネジが締めにくいんですよね。頑張りましょう。最後にスプールホルダーを取り付けていきます。どのネジを使えばいいかっていうのはガイドに書いてあるネジ袋とネジ袋のラベルを照らし合わせながら作業しましょう。そして電源プラグ、これつなごうとしてって気づくんですが、 A1 ミリの電源ケーブルは海外仕様なので、日本のコンセントに合う変換プラグが必要です。事前に購入しておきましょう。さて、組み立ては終わりました。早いですよね。今回は私の自宅では AMS ライトなしのモデルを購入してます。実は最初は AMS ライト付きとなしでどちらにしようかな迷ったんですが、よく考えたらまずはシンプルな方がいいかなと思ってなしを選びました。なのでこの動画では AMS ライトがない状態でのセットアップを中心に解説しています。ちなみにラボの方では AMS ライト付きの A1 ミニを購入してますので、 AMS ライトって何、どう使うのっていう方も安心してください。その内容はまた別の動画で詳しくご紹介していきます。初期設定に入る前にまずやっておきたいのがスマホアプリの準備です。バンブーラボのプリンターはスマホと連携することで使いやすさが一気にアップします。実際初回のアカウント登録やプリンター登録もスマホを使って行うんです。アップストアや Google プレイでバンブーハンディですねと検索してインストールしても OK ですが、クイックスタートガイド、このガイドにある QR コードをスマホで読み取るのがおすすめです。アプリのダウンロードページにすぐアクセスできますし、これが一番確実で手っ取り早いです。私も最初はアプリストアで検索したんですが、 QR コードの方が簡単でした。アプリをインストールしたらバンブーアカウントを作成してログインしておきましょう。ではプリンターの電源を入れましょう。タッチパネルが起動します。最初に言語設定が表示されるので、日本語、そして地域の選択はアジア太平洋を選びます。次に Wi-Fi の設定が出てくるので、ご自宅のネットワークを選んでパスワードを入力します。接続に成功したら QR コードが表示されます。この QR コードでプリンターを先ほど登録したバンブーアカウントを紐付けていきましょう。バンブーハンディを立ち上げて、プリンター本体に表示されている QR コードをスキャン。これでプリンターとアカウントの紐付けが完了します。ここまで済ませておくと、印刷や通知の連携がアプリでスムーズに行えますよ。さて、この後自動でキャリブレーションが始まります。キャリブレーションっていうのは、プリンターがどこからどう印刷するかをちゃんと決めるための大事な準備なんですね。これは全部自動でやってくれるので、この準備運動が終わるまでしばらく待ちましょう。ではファーストプリントをやっていきましょう。まずはフィラメントの準備です。
A1 ミニにはフィラメントサンプルが入っています。これで初回のテストプリント 3D ベンチは十分対応できます。おっと、ここで大事なことを忘れていました。最後のパーツ、スプールをセットしていなかったですね。3D プリンターのノズルにフィラメントを送るための管なんです。これをセットしましょう。ではスプールホルダーにフィラメントサンプルを設置し、先端をプリンター後部のチューブ入り口に差し込み、これ以上進まないというところまでしっかり押し込みます。その後タッチパネルでフィラメントロードを選択すると、ノズルが加熱されて自動でフィラメントを吸い込んでいきます。ここでフィラメントタイプが不明ですと表示されることがあります。この場合ははいを押してフィラメントのメーカーと種類を設定しましょう。今回使っているのはバンブーラボ製の PLA ベーシックです。メーカーの一覧にない場合はジェネリックを選べば OK です。大事なのはフィラメントの種類を間違えないこと。 PLA なのか PETG なのか TPU なのか、これを間違えると印刷温度が合わずに失敗する原因になります。迷った時はフィラメントのパッケージやラベルをもう一度確認しましょうね。ではいよいよ記念すべきファーストプリント。本体に内蔵されている 3D ベンチというモデルを使って最初の出力に挑戦します。操作は簡単。タッチパネルでプリント内蔵モデル 3D ベンチを選ぶだけ。ベッドとノズルが自動で加熱されて印刷が始まります。最初の1層目だけはしっかり貼り付いているか確認しましょう。ここがうまくいけばあとは見ているだけで OK です。見てなくてもスマホに通知が飛んでくるまで他のことをしていても大丈夫です。ファーストプリントができたらいよいよ自分が本当に印刷したいものを選ぶ番です。スマホアプリバンブーハンディを使えばバンブーラボが運営する 3D モデル共有サイトメーカーワールドとつながっていて、気になるモデルをそのままスマホから印刷することができます。例えばコースターと検索すると世界中のユーザーが投稿したさまざまなデザインが一覧に表示されます。お気に入りが見つかったら印刷に送信ボタンをタップ。たったそれだけであなたの A1 ミニにデータが送られてプリントが始まるんです。まさかそんな簡単にって思いますよね。でも本当にそれぐらいシンプルなんです。皆さんはどんなものに最初挑戦したいですか？ぜひコメントで教えてみてください。さて、印刷するには新しいフィラメントが必要ですよね。私が最近よく使うメーカー2つご紹介します。1つ目は E 産の PLA プラスです。E 産は値段も安くて質もいいのでよく買ってます。Amazon で気軽に買えるのと色のバリエーションが豊かで値段がだいたい1700円から2000円前半です。値段は色によって変わります。まずは白を買ってみるのはおすすめです。あと今回大理石の色とかにしてプリンター周りのアイテムを印刷してみました。大理石模様なので積層痕がやや目立ちにくいです。もう一つのメーカーがケクセルドです。ケクセルドは色のニュアンスや質感がちょっと他のメーカーとは違う感があるんですよね。この他にはない感が私は好きでよく買ってます。こちらも Amazon から気軽に買えます。値段は E 産よりはちょっとお高めなんですが、そこは他にはない感で私は時々買ってます。今回紹介するのは PETG フィラメントの拡散クリアホワイトです。PETG はこういう透明があるのがいいですよね。A1 ミニのおまけで LED ランプキットが入っていたので、このランプカバーをこの拡散クリアホワイトで印刷してみました。こういうランプとかをこのフィラメントで印刷するのいいかなと感じています。A1 ミニを使うにあたって印刷しておくといいものをご紹介していきます。先ほど紹介した E 産の大理石調フィラメントを使って印刷しました。質感もいい感じです。コンパクトプープバケッツ。
印刷を始める前にプリンターがちょっとだけフィラメントを押し出して先端を掃除する動きが入ります。この時に出るフィラメントの切れ端を業界ではプープと呼ぶんですよね。このプープ、受け皿がないとそのまま机の上に落ちちゃったり、プリンターの周りがプープでいっぱいになっちゃったりします。そこで活躍するのがこのプープバケット。A1 と A1 ミニにぴったりのコンパクトサイズで邪魔にならずすぐに横に置いておけて便利です。見た目もシンプルでグッドです。2つ目が A1 と A1 ミニのこのチューブガイドですね。これはケーブルの動きを安定させるためのガイドのパーツです。正直必要ではないけど、あるとちょっと安心なタイプのパーツかなと思ってます。見た目もすっきり整うので、ケーブル周りが気になる派の方にはおすすめです。そして3つ目がバンブースクレーパーグリップです。これはスクレーパーグリップになります。バンブーラボのツールボックスにはスクレーパーの刃の部分だけが入っていて、グリップ本体は自分で 3D プリントするスタイルなんです。スクレーパーはプリントが終わった時にビルドプレートから作品を剥がす時に使う大事なツールですね。このスクレーパーグリップには付属のネジを使って刃を固定する必要がありますが、安心してください。バンブーラボ公式が40秒ぐらいの動画でとても簡単に組み立て方を説明してくれています。初めてでも迷わずサクッと組み立てられますよ。他にも紹介したいものはたくさんあるんですが、それはまたアップデートがあった時に改めてお伝えしますね。今日ご紹介したこのモデルはすべてメーカーワールドからすぐにダウンロードしてそのままプリントできる便利なアイテムばかりです。こんなのあったら便利なのになーっていうちょっとしたアイデアや工夫がすぐ形になって日常で役立てられるってやっぱり 3D プリントの魅力かなと思います。もちろん自分でこれ欲しいなと思ったら自分で作ってもいいですし、世界中の誰かがこれ便利かもと思って作ったデータをみんなで共有し合えるっていう文化もなんだかすごく素敵だなと思います。もし自分でモデリングができるようになったら自分で作ったものをメーカーワールドに投稿して世界中の誰かに使ってもらえるっていうのもちょっと夢がありますよね。ここまで A1 ミリの開封から設置、初期設定、ファーストプリント、そしてアプリを使った印刷まで一通りの流れを一緒に体験してきました。私にもできたかもと思えたならそれが一番嬉しいです。でも A1 ミニの本当の楽しさはここからがスタートです。このチャンネルではこれからも 3D プリンターを楽しく使っていくテーマをお届けしていく予定です。さらに一歩踏み込んだ内容もお届けしていければなと思っていますので楽しみにしていてください。もしこんなものを作ってみたいなとかここがちょっと難しかったなどあればぜひコメント欄で教えてくださいね。あなたのやってみたいという気持ちが次回の動画のテーマになるかもしれません。そしてこの先も気になると思ってくださった方はぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。一緒に 3D プリンターのある暮らしをもっと楽しくしていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。前回の動画2025年ゼロから始める 3D プリンター入門ご覧いただけましたか？初心者の方にも分かりやすく解説していますのでまだの方はぜひチェックしてみてくださいね。その内容をぎゅっと凝縮した特別資料を無料でプレゼント中です。後で見返したいな、もっと詳しく知りたいな、そんな方にはまさにぴったりのサブテキストになっています。プレゼントは東京九段工作ラボの公式サイトから受け取れますのでぜひ動画下の概要欄のリンクをチェックしてみてください。さらにこの資料は今回の A1 ミニの紹介動画と合わせて読むと 3D プリンターの全体像がもっとクリアになりますよ。まだ受け取ってない方はこの機会にぜひチェックしてみてくださいね。